どうも、ちぬこチャンネルです。今回はエギングでアオリイカの数釣りに挑戦します。ちょっと試してみたい秘密アイテムもあるので結果が楽しみです。柔らかくて甘いじゃなくて甘いアオリイカを堪能します。エギのサイズは3号です。カラーは紫。今年はね、結構ね、紫がいいみたいですよ。ちょっとずつエギを変えながらやってみますね。よし。1投目いくぜ。びっくりした。1投目いくぜ。びっくりした。全然飛ばんかった。アオリイカはね、春は大型が釣れて、秋は小型の数釣りが楽しめます。なんとか今日はエギで複数匹釣れるように頑張りたいと思います。今日はもう生き味は持ってきてません。エギだけでやるんだ。エギだけ一本勝負です。この場所は水深がかなり低いので、あんまりね底を取ろうとすると必ず引っ掛けます。結構ね全面藻場になってるような場所です。なので底取りはほどほどに、朝一なんで特にね浮いているイカを狙います。来ました。おお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 、ついてるついてる。何？来た。よし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 、右れしないでね。ほってやりました。やったー。やっぱり紫カラーいいね。よーし、1匹目朝一です。1匹目綺麗にかかってました。よーし、いてこい秋イカですね。ちょうどいいサイズの。ビア墨だらけになっちゃった。よし、オッケー。寒い。よし、試しにティップラン用のエギをつけてみました。重りがね 20g ぐらいかな。このが投げれるからね。ただあんまり沈ませちゃうと根がかりするんで、ちょっとね早めに。今日はもう投げてしゃくり倒すって決めてるんで、もうずっとやり続けますよこれを。秘策も持ってきてますしね。びっくりした。イカパンチか今の。なんかコンってなった。海藻かなんだろう。じゃあ海藻だったのかな。風やめて、寒いから。来たよティップランエギで来た。やった。ちょっと重りがあるやつで来ました。やったね。ヘイ2杯目。イエスやったー。作戦成功じゃないですか。ちょっとね向かい風であんまりエギが飛ばなくなったので、重り付きのエギを使ったんですよ。そしたら、3投目ぐらいでね来ました。ぐんって重くなった。めっちゃ楽しい。やったよー。嬉しい。
ちょうど美味しいサイズですね。うわ、すっごい魚の群れだ。何これ、スイミーだ、スイミー。このキラキラしたの全部魚なの。わあ、カマスだ、カマス追ってる。ちょっとね、カマス出てくるとアオリイカってね、カマスを嫌うので釣れづらくなりますね。よし、めちゃめちゃ秘密兵器持ってきました。ノリノリイカライダー。よいしょ。ポンポンスポポンポンスポンポンポポンポンスポポンイカライダー。釣れそうなんだけどな。いい感じなんだけどな。来た。いや、今来たー。くそー。今来た。絶対来た。うわー、抱きかけたイカ。マジショックだ。釣れかけたよ。はい、やっぱりイカの身がついてる。身切れしちゃったみたいです。悔しい。ゲソ食べちゃう。うまい。いい塩味。くっそー。あ、美味しい。美味しいよ。あ、来たよ。よし、絶対取る。さっきバラしたから絶対取るよ。同じやつかもしれん。私が今ゲソをいただいたやつかもしれん。よし、やったよ。よし、おいで。切れないでね。せの、やったさっき当たりがゴゴってきてバラしてからもう次の一投できました。同じのかもしれないよ。それかもしくは今チャンスかも。ゲソはあるから違う子だ。まだ他にもいるよ。あ、あれイカか？イカだな。イカいた。行っちゃった。目の前にいましたイカが。どっか行っちゃいましたね。抱いてくれたらいいのに、夢を見たいから。はい、ルアーチェンジしてみます。はやぶさスクイッドジャンキー。おお、飛びますね。やっぱり釣り続けてるとエギにね、こう飽きて見切られちゃうことが多くなってくるので、やっぱりエギのローテーションすごく重要だと思います。あ、来たすぐ手前で来た。やった。すごい。わあ、炭入ってる。めっちゃせの。やったあ、ちょっと小ぶりだけどめっちゃ嬉しい。これやっぱり紫いいみたい。めっちゃ釣れそうと思ったら本当に来ました。びっくり。ありがとうちゃん。いやー、でもね、ちょっと小さいかな。ちょっと小ぶりだもんね、この子は。さすがに。よし、ごめんね。いやちょ痛い噛まれたバイバイ。ごめんね、ありがとね。ただいまあれ、すーちゃん、ふいよし、今日も美味しいご飯作ろうっと。今回の戦利品は、はい、アオリイカです垂れる。こちらのアオリイカなんですが、間違えました。はい、
今年は三重県の湾内でもかなり調子よく釣れているみたいです。ちょうど食べ頃サイズがたくさん釣れて楽しかったです。旬のアオリイカを使って久しぶりにあの料理を作りたいと思います。その前にアオリイカは一旦冷凍すると身質が柔らかくなります。今ね、冷凍して解凍しているところなんですが、まだ少し凍ってますね。なので解凍している間にささっと簡単なおつまみを作っていきます。はい、焼き鳥缶開けて、大きいやつは細かくカットします。汁気を切ってとろけるチーズ、マヨネーズ、はい、なんて読むんだろう、上下名産七味唐辛子。お、めっちゃいい匂いする。なんかごまの香りがすごいですね。これ混ぜます。そしたら餃子の皮取り出して具をのせて、美味しそう。ぐるーっとお水をつけて包みます。餃子包みではなく巾着みたいな感じでね、いいですね。可愛らしくなりました。ほい三重県桑名の美味しい米油揚げていきます。ちょっと高さが足りないので揺らしながら、よし、美味しそう。あっという間にできましたね。一口サイズの鶏マヨ揚げ餃子完成です。チーズがとろけて香ばしい香りが小屋中に充満してます。うわ、カリッカリ。いただきます。おいしい。噛むとカリッとしてて香ばしくて、中から甘辛い焼き鳥とチーズがとろっと出てきます。七味唐辛子も効いてますね。美味しい。これはもうビール。はい、視聴者さんにいただきました。飛騨ホワイトライトエール。東海地方の家には必ず一つはあると言われているサルボボ。私調べ、飛騨のお土産で絶対買っちゃうやつです。初めて飲むんで、びっくりした。びっくりした。初めて飲むんで楽しみです。あ、色は薄めですね。あ、香りもいい。それでは乾杯。本当にライト、そして酸味があります。さっぱりしてますね。美味しい。焼き鳥缶はそのまま食べても十分美味しいんだけど、簡単にアレンジできるのでいいと思います。唐辛子に入ってたごまと青のりの香りもふわっとします。うまい。よし、そろそろイカも解凍できたんでさばいていきますね。まずは目の上で切り離します。足の間にある口を取って、そしたらこのね、鳥の口みたいなくちばしを取っときますね。これは硬くて食べられないんでね。目と足を切り離します。胴の真ん中で切ります。開くと軟骨が出てくるので取り除きます。このプラスチックみたいなやつね。内臓を取り出します。墨袋破らないようにね、破ると大変なんできれいに取り除いて洗います。そしたらこのヒラヒラした部分と胴体を引き剥がします。爪を入れると簡単に剥がすことができます。この部分エンペラって言うんですけど、エンペラから表面の皮を剥がします。そしたら内側のですね、ここに硬いところがあるんですよ。この線とこの線取っちゃいます。そぎ取るような感じで、よいしょ。はい、この縁ですね。あとはこの境目とか、まあなんか触ると硬いところがあるんで、私はいつも取ってます。ヤオリイカは薄皮を剥がすのが異様に時間がかかるんですね。じゃん、100均で売ってる白髪ネギを作るやつ、カッターになってるの。これ葉がいっぱいついてて、表面をね格子状に切っていけば薄皮が切れて食感が良くなりますね。薄皮も取れてくるんで、その時はこうやって剥がしたりとかして取っていきますよ。なるべく時間をかけず簡単に、それが一番大事。斜めに切っていきます。なんか細長い、まあいっか、イカだけに
半分形いいやつ残して、なるべく細かく切って、エンペラは銅とくっついてた部分が硬いので切り取って、同じように細かく切ります。口も食感がいいのでこれも入れとこう。土佐の塩入れまして、黒胡椒、ごま油、にんにくチューブ、ネギを入れてよーく混ぜます。このまま食べても絶対美味しいんですけど、はい、こちらパコッと握り寿司10貫、炊きたてのご飯。あ、ちょっとおこげできちゃってる。すし酢入れていきます。もったりしてきたら OK。 ご飯を入れて、これが便利なんだ。ちょうど1合分でぴったりだと思います。蓋をします。ぎゅっよし、いきますよ。チャラララ寿司サイズの俵型に分割されてます。せーの、はいぴったりだった。よかった。取っていきます。さあめっちゃいい感じじゃん隣同士が近すぎるので間を開けますね。あっあうあうわさび、半分に切った青じそ、イカうわ、そして残りの5つ海苔を巻いて、よし、ちょっと不格好だけどネギ塩ユッケを入れます。よし、オッケー。飾り付けね、本当に飾りだよ。できました。イカだけ寿司完成です。10貫すべてアオリイカ。これが釣り人の夢ってもんですよね。今日はこれでお腹も心も満たします。そろそろね、涼しくなってきたね。すーちゃん、鈴のテントを作ろうと思います。毎年ね、ちょっとだけ、ちょっと待って、すーちゃんちょっと待って、夏はね、こういうふかふかしたの乗らないので、ちょっとすーちゃんちょっと待っててね。あれ、あ、早速入ったこらこら、早速入るんかい。まだできてないんだよすぐできるからね。あ、そうだ、すずちゃん、これがいるじゃん。オッケー。よーし、すーちゃん、定位置にあれ、よかったね、すーちゃん。テントの中落ち着くもんねこらこら、ベタベタだよ、口の周り。これ、よし、おしまいおしまい。はい、秋といえばさつまいも。同じく秋野菜、かぼちゃ。硬い。こういう時は魔法で一発です。せーの、は、ハンドパワーです。レンコン、舞茸、食べやすくちぎっときます。そしたら残ったゲソ、ある程度の大きさにカット。吸盤に爪がついてるのでよく洗います。お鍋の中にお水を入れて、だしパックを入れて火にかけていきます。そろそろだしが出たかな。パック取り出して硬い根菜類を入れていきます。あ、怖い熱いのやだ。オッケー、オッケーよ。はい、しっかり火を通します。よいしょ。ほい、おー、こんなのありました。豚汁セット、大根、ごぼう、人参が入ってます。そしてここにゲソ入れちゃいます。舞茸を入れてもう一煮立ち。いやー、ちょっと具だくさんになりすぎちゃったけど、じゃん、究極の一品。金賞とか書かれちゃうとどうしても買いたくなっちゃいますよね。白味噌を合わせていきます。溶けやすい味噌は好きよ。ネギを散らしてできました。ゲソ入り秋の味覚たっぷり味噌汁完成です。野菜をたくさん入れて作りました。これがおかずになっちゃうような豪華なお味噌汁になりました。よーし、お料理が出来上がったんですが、こちら視聴者さんにいただきました。長野県のお酒ですね。風さやか純米酒。タララララ、おほほほほ、ラベル作ってくださったんですね。ありがとうございます。よいしょ。めっちゃ美味しそう。お味噌汁もドーン
あ、つーちゃん、ダメダメよ、つーちゃん。おお、それでは本日2度目の乾杯。あー、美味しい。すごいまろやかな甘みがあるんですけど、ちょっぴり酸味も感じますね。私も詳しくないんですけど、とっても美味しいですよ。お味噌汁からいこうかな。すーちゃん、お味噌汁よ。すーちゃん危ないよ、火だから。秋野菜をこれでもかとふんだんに入れました。いただきます。熱そう。あ、うますぎ。かぼちゃとさつまいもから甘みが出てるんだけど、もう他のいろんな野菜のいろんな味がする。めちゃくちゃ美味しい。これは永遠に食べていたい味。お味噌も2種類入れて正解ですね。すっごくコクが出てる。あ、イカゲソも柔らかくていい味出してます。美味しい。そしたらお寿司いっちゃいます。お刺身醤油、水谷醤油醸造所醸造所、滋賀県のお醤油。うわー、楽しみだな。いただきます。うまー。アオリイカ、柔らかくて甘みがあります。もうほんといつ食べても最高に美味しい。甘めのお醤油ともよく合ってますね。なんだよ、もう最高じゃん。全然10貫食べれちゃいそうだよ。うますぎ。合う。表面にしっかり切れ込みを入れたんで、イカ本来のねっとりした食感を楽しむことができますね。そしたら軍艦いこう。いただきます。これもめちゃくちゃ美味しい。ごま油の風味、酢飯によく合ってます。さっき食べたイカ寿司とはまた全然違う。これは間違いなくうますぎちゃん。いやー、最高だ。幸せだ。めちゃくちゃ美味しいご飯が。はい、ごちそうさまでした。今回はアオリイカをルアーで狙ったエギング、いろんなエギで釣ることができてめちゃくちゃ嬉しかったし楽しかったです。アオリイカはまだ試してみたい情報もあるので、また釣りに出かけたいと思います。ちぬこチャンネルではチャンネル登録者50万人を目指しています。アオリイカ釣り楽しそうだったな、またはめちゃくちゃ美味しそうだったなという方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。